こんにちは、ゆらここです。今回ははぎれを使ってクリスマスのオーナメントを作ります。お花のモチーフをタッセルと組み合わせていろいろなバリエーションを楽しみたいと思います。はぎれを正方形にカットします。作りたいモチーフのサイズの2倍の大きさに切ります。ここでは13センチにカットしているので、花モチーフはおおよそ 6.5 センチ角に縫い上がります。中表に2枚を合わせて、周りを一周ぐるっと縫います。内布が中に来るようにして対角線で折りたたみます。対角線が交わる中心点に軽く印をつけます。その点を目安にして3つの辺を折ります。真ん中にできた折り目のところに切り込みを入れます。四隅を切り落として切り込みから表に返します。アイロンで全体を整えたら、さっきと同様に対角線の中心に軽く印をつけます。後でタッセルをつけるので、使用している布がもしちょっと頼りないなと思う時には、6センチ角で角をちょっと落とした、台紙など芯になるようなものをここで入れてもいいと思います。印に重なるように両側から折りたたみます。印の位置でピンポイントで2つの辺を縫い留めます。残りの辺も同じようにして縫い合わせます。
角を少し潰したところをミシンで押さえます。ここを押さえてやると、後で花びらを開いた時に丸みがきれいに出ます。ここでタッセルの作り方をご紹介します。まず作りたいタッセルの丈の2倍の長さの厚紙を準備します。真ん中には4、5センチの穴を開けておきます。ここでは100円ショップのレース糸を使いました。かぎ針があると作業しやすいかなと思います。台紙にレース糸を巻きつけていきます。ここでは50回ほど巻きましたが、使用する糸の太さによって回数は調節してください。吊り下げ用の糸と周りを縛るための糸を2本切っておきます。次に中心で糸束を結びます。両端で糸束を切ります。吊り下げるための糸は邪魔にならないように軽く結わえてまとめておきます。ブラシなどを使って糸の流れを整えておきます。次にタッセルの頭の部分を縛っていきます。片方に輪っかを作って糸の先を上に出しておきます。輪っかの根元を親指で押さえて根元の上からぐるぐると縛っていきます。縛り終わったらその糸を初めに作った輪っかに通します。
次に上に出しておいた方の糸を引っ張って巻いた方の糸をキュッと固定します。糸の流れを整えたら、紙でタッセルをロールケーキのように巻いていきます。最後に糸束の先を切り揃えたら出来上がりになります。タッセルは結び目を作ったら花びらの裏側に縫い留めてやります。モチーフを吊り下げるためのリボンもタッセルと同じように花びらの裏側に縫い留めます。